はい、今回はユーグリーンの NAS DXB6800 Pro をレビューしたいと思います。この製品はキックスターターで10億円以上の支援金を集めた話題の NAS で、多くのガジェット系インフルエンサーも紹介しているため、すでにご存知の方も多いでしょう。かくいう私も数ヶ月ほど前に提供していただいておりまして、それなりに使い込んだところで、この NAS の何がすごいのか、どう使うべきなのかってのがなんとなく分かってきた今日この頃。スマホで操作できて設定も簡単なんで初心者向けって思われがちなんですけれども、やっぱり NAS は NAS なんですよね。この高性能なスペックを活かすには少なからず知識も必要なわけで、それを踏まえた上でこの NAS のメリットとデメリットは何なのか、また私がどのような環境でどう使っているのか、私なりに使って気づいたことや NAS の注意点といった話もしっかりとできればと思っています。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それではまず、この NAS の何がすごいのか、なんでこんなに話題なのかって話をさっくりと。まず、なんといっても、ハードウェアのコストパフォーマンスが抜群です。競合の NAS 製品と比べても、性能面では頭一つ抜けていると感じました。私が使っているのは6800 Pro という6ベイの上位モデルですが、10コア12スレッドの Intel Core i5 搭載で、システム用の SSD は 128GB を内蔵。メモリは 8GB RAM で最大 64GB まで増設可能。ストレージは6つの SATA ベイに加えて M.2 NVMe SSD スロットが2つもあって、しかもこれ SSD ストレージだけでなく SSD キャッシュとしても使えるんですよね。さらにネットワーク周りも豪華で、10Gb イーサネットポートが2つもついていて、リンクアグリゲーション対応で最大 20Gbps という転送速度も実現できる。で、価格は 169,880 円。まあ安くはないんだけど、この性能を考えたら破格ですよね。それでいて接続ポート類も非常に豊富で、USB 2.0 が2ポート、USB 3.2 Generation 2が2ポート、SD カードスロットに 8K 対応の HDMI 出力、Thunderbolt 4も2ポートもついています。もはや NAS なのかってくらいにインターフェースは豊富なのです。カメラの SD カードを直接取り込むだけでなく USB 経由でデータ転送したり HDMI 経由でモニターに直接映像を映すこともでき HDMI ケーブルを使わずとも Android TV アプリを使ってワイヤレス表示をしたりも可能なのです。それでいて競合 NAS と同じような便利機能も標準装備しています。リモートアクセスの U グリーンリンク、スマホの写真の自動バックアップ、パソコンとの双方向同期ももちろん対応。ドロップボックスや Google ドライブで使えるような機能も当たり前に使えるのです。そして個人的に嬉しいのがこのデザインと質感。こんなに機能が詰め込まれているのにコンパクトであり、他社よりも圧倒的に見た目が良い。高級感のあるデバイスとして部屋に置いておきたくもなる。私はパソコンも見た目のために自作してきたタイプなので、このアルミニウム合金ケースってのが何より嬉しい。もちろん見た目だけでなく機能もよく考えられており、防塵フィルターもマグネット固定で簡単に外せたり、ハードディスクは押すだけで脱着、ネジ不要で簡単に固定もできたり、ハードディスクを差し込めばわかる、その作りの良さ。滑らかにスムーズに挿入できるケースってなかなかないし、ケースだけでもお金がかかってるのがよくわかります。まあ似たような構成のパソコンを作ろうとしても、この値段じゃ収まらないわけで、それでいて NAS としての機能も使えるわけですからね。コストパフォーマンスという点では、他社では指定のハードディスクを使わないと保証対象外になってしまったりもするのですけど、ユーグリーンではその辺の制限もなく、柔軟に使わせてくれるのもありがたいなと。ハードディスクも SSD もメモリも余っているものを流用できる。これにより結果的に安く済ませられるし、自分の好きな OS に入れ替えてもハードウェア保証は継続されるってのもすごいのです。こうなってくると何でもカスタマイズできる高スペックなベアボーンみたいな使い方もできるわけで、むしろ初心者よりも知識のある人ほど有効に活用もできるんじゃないかなと。あと、これは製品の性能とは別の話なんですけれども、これほどまでにこの NAS を認知させ、注目されたってのもすごいなと。キックスターターで10億円集めるってだけでなく、私みたいな人間を巻き込んで、なおかつ好き勝手レビューしても良いってんだから素晴らしい。今まで NAS に無関心だった人たちが急に NAS に興味持ち始めてるじゃないですか。実際に NAS も流行っちゃってますからね。シノロジーと QNAP が長らく2強として君臨してきた NAS 市場に、第3の選択肢が登場したということにも大きな意味があるんじゃなかろうか。
競争が生まれることで今後もっと良い製品も生まれてくるんじゃないかと思っています。はい、続いてデメリットですね。絶賛されがちなこの NAS なんですけれども、もちろん弱点はあります。まず、ユーグリーンって周辺機器メーカーとしては有名ですけど、NAS 市場では新参者なんですよね。ユーグリーン独自の OS、UGOS もまだまだ発展途上。特に対応アプリの少なさは顕著で、例えば、老舗のシノロジーが数百ものアプリに対応しているのに対し、ユーグリーンは現時点でわずか30種類ほどしかありません。また、クラウド連携の面でも弱点があり、例えば、クラウドバックアップは Google ドライブと OneDrive にしか対応しておらず、ドロップボックスには非対応です。アプリの安定性もまだまだ完璧というわけではなく、日本語の翻訳がちょっとおかしかったり、エラーじゃないのにエラーと表示されたり、使っていると少なからず不具合を感じる時もあります。Docker を活用すれば何でもできるようになるとはいえ、これを使いこなせる人ってのが限られているし、そんな面倒なことをしたくないから私は NAS を使ってるってのもある。そもそもデータ保存に NAS を使いたいって人が多いはずであり、私の目的もメディアサーバー、写真や動画のデータ保管庫として使うのが主な目的。そう考えると、NAS としての機能は従来のそれとそこまで大差なく、実際のところここまでの話も大したデメリットではないとも思っています。じゃあ何が一番のデメリットかといえば、やっぱり NAS メーカーとしての信頼性でしょう。いくら話題で売れまくっているとはいえ歴史が浅いのです。ハードウェアもソフトウェアも今後どうなっていくのか、過去がないから未来がわからない。NAS って単なる家電でもありませんからね。大切なデータを保存し、外部からもアクセスできるネットワーク機器。故障のリスクだけでなく、ランサムウェアや情報漏洩など様々なリスクを抱えているのです。しかも、ユーグリーンは中国メーカー。中国企業が開発する OS を使うってことに不安を感じる人がいても不思議ではないし、私も懸念しているその一人。ただ、そう考えるのはもちろん私だけでもないわけで、世界的に疑われるってことは承知の上。だからこそしっかりと国際的なセキュリティ認証を取得しているのです。具体的には TÜV による ETSI EN303645 とトラストアークのプライバシー認証ですね。ETSI EN303645 認証は EU の厳しい IoT セキュリティ規格に準拠しており、DDoS といった一般的なサイバー攻撃や不正アクセスから保護される設計であることが保証されています。トラストアーク認証はもともとはトラスト E 認証という名称で、個人情報の扱いに関する国際基準。勝手にデータを収集したり、第三者に渡したりしないってことを第三者機関がしっかりと監査しているのです。つまり、バックドア的な挙動をしてないかどうかってのは、第三者の専門機関によりチェック済み。ということで、信頼性の最低ラインはクリアしており、この厳格な基準をクリアしているから、アメリカやヨーロッパでも販売できているわけです。でですよ。結局のところ、この NAS の凄さは、ハードウェアのコスパが高いことにつきます。従来の NAS に比べて便利というより、従来の NAS と同じことができて非常に高スペックなんですよね。高速でデータの読み書きができるし、データ漏洩が不安定なら別に外からのアクセスを遮断したって良いわけで、この高性能ストレージを使う意味は十二分にある。特に動画データを多く扱う人ならなおさら。実際、クラウドストレージとは比べ物にならないくらい高速で便利だとも感じておりますので、どうやったら超高速に使えるのかって話をこれからしていきたいと思います。はい、続いて NAS で高速にデータ転送する環境を構築していきたいと思います。この Ugreen の DXP6800 Pro は 10Gb Ethernet に対応しているので、10Gbps の通信環境を使うことでデータを超高速に転送できるようになります。で、まず 10Gbps って何なのかって話。これを押さえておかないと後々つまずくことになってしまいます。というのも実は NAS を使う上で一番挫折しやすいポイントが思ってたほど速度が出ないってことなんですよね。速度が出ないのはネットワーク環境が整ってないからであって、私も初めて NAS を使った時はあまりの遅さに絶望して結局使わなくなったこともありますからね。この 10Gbps 対応っていうのは NAS 本体だけが対応していてもダメで、接続するパソコン、LAN ケーブル、スイッチングハブとかすべての機器が 10Gbps に対応してないとダメなのです。まあ 10Gbps じゃなくても 5Gbps とか 2.5Gbps でも十分に速いので、とにかくまず 1Gbps の壁を越えることが大事。この 1Gbps って速度、なんとなく理解はしているとは思いますけど、なんとなくで勘違いしている人も多いと思う。混同しがちなのがビットとバイトの違いです。通信速度は BPS が使われますが、これはビット毎秒。
要は1秒間に1ビットで通信できるって話。一方でデータ転送で表記される速度はバイト毎秒。1秒間に1バイトであり、ビットとバイトではデータ量が全然違うのです。これ、メガとかギガとか同じ言葉を使うので、私もよく混同するんですけれども、1バイトは8ビットなので、1ギガを1000メガに変換して、1000メガ BPS 割る8で、ざっくり言うと1ギガ BPS ってのは毎秒125メガバイトのデータ転送ができるってこと。で、次にありがちな勘違いが、家のネット回線も10ギガ BPS 対応じゃなきゃ意味がないって勘違いしてしまうこと。実は NAS を使う上で重要なのは、外へ接続するインターネット速度。WAN の速度ではなく、家の中のネットワーク速度、つまり LAN の速度。例えば、隣の部屋にある NAS へ PC からアクセスする場合、データはインターネットを経由しません。完全にローカルネットワークだけで完結しているわけ。だから光回線の契約が 1GBps であっても LAN の中で 10GBps の環境を作ってしまえば PC から NAS へのアクセスは爆速にできるのです。さらにもう一つ多い誤解が Wi-Fi で高速に使えるっていうもの。実際のところ Wi-Fi は最新の規格を使ったところで有線 LAN 接続の足元くらいにしか及びません。Wi-Fi 6E も Wi-Fi 7も理論値は高いのですが時速 1GBps もいけば良い方。これも割と理想的な環境下で使った場合の話なので Wi-Fi 6から Wi-Fi 7に買い替えても大して変わらなかったって人も多いんじゃないかなと。じゃあ 10Gb イーサネットの LAN ポートがあるルーターが必要なんだと思うかもしれませんが、これもちょっと違いまして、ルーターに 10Gb イーサネットポートは必須ではありません。確かに 10Gb イーサネット対応ルーターはあるに越したことはないのですが、これを搭載するルーターの価格は高く、10Gb イーサネットポートも1個か2個しかついてませんからね。ルーターを経由することで、ルーターがボトルネックになる可能性もあるわけで、スイッチングハブを使って PC と NAS を直接接続するのが無難かと思います。ちなみに NAS っていうとどうしてもクラウドストレージと比較されがちなのですが、クラウドと違ってローカル環境でも完結できるってのも強みなのですよね。インターネット回線がなくともローカル環境だけで使えるし、インターネットを経由しないのでクラウドよりも圧倒的高速にも使える。要は外付けハードディスクよりも速くて SSD よりも大容量でさらにデータの冗長性も確保できるってことですね。というわけで具体的にどうやって高速環境を作るのか順を追って見ていきたいと思います。まずパソコン側を 10Gb イーサネットに対応する方法から。一番手っ取り早いのが最初から 10Gb イーサネット内蔵のパソコンを使うこと。高性能 PC なら 10Gb イーサネット標準搭載のモデルも増えてるし、ミニ PC でも 2.5GB や 5Gb イーサネット対応モデルも増えているので、LAN 目的でイーサネット内蔵モデルを選ぶのもありでしょう。先ほど 1GBps が 125MB 秒と言いましたが、2.5GBps の理論値が 300MB 秒。5GBps が 600MB 秒ぐらいですね。Mac 使ってる人は Mac Studio とか Mac Pro は標準で 10Gb イーサネット搭載。Mac mini はデフォルトが 1Gb イーサネットなんですが、15000円ほどで 10Gb イーサネットにアップグレードもできます。10Gb イーサネットって後で対応すると結構高額になっちゃうんで、Mac mini を購入するなら最初につけておきたいオプションだなと思っております。はい、続いて今使ってるデスクトップ PC を 10Gb イーサネットに対応する方法。拡張できる Windows PC を使っているなら、PCI Express 拡張ボードがお手軽。これなら1万円程度で 10GBps 対応の PC が作れます。私が使っているのは TP-Link TX401。Amazon で1万円くらいで売っています。グラフィックボードを挿したことがある人なら難しいこともないはず。ケースを開けて PCI Express スロットに挿してネジで固定してケースを閉じて、あとはドライバーインストールをするだけ。注意点としては TX401 は PCIe by 4に対応したスロットが必要だってこと。PCI Express の規格って上位互換なので、この by 4のカードは by 4だけでなく by 8、by 16でも OK。グラフィックボードで使いがちな by 16スロットに挿しても動作します。私も PCIe by 16スロットで使っているのでした。はい、続いてノート PC や Mac ユーザー向けの方法です。LAN ケーブルをサンダーボルトに変換するアダプターを使うだけ。私が使っているのはセンチュリーのサンダーボルト3 10Gb イーサネットアダプターですが、OWC や QNAP でも似たような商品は販売されています。これちょっと高くて3万円くらいするんですけれども、Mac mini や MacBook、サンダーボルト対応の Windows Note PC とかでも、挿すだけで 10Gbps に対応できるようになります。
特に難しい設定も必要もなく、ほんと挿すだけで使えるようになるんですけど、この手のイーサネットアダプタって結構発熱するんですよね。私の使ってるセンチュリーの商品も漏れなく発熱するので、ちょっと放熱対策は考えた方が良い気がしました。はい、続いて、ネットワーク側も 10Gbps 環境に対応させたいと思います。まず、最初に用意すべきは、対応する LAN ケーブルです。パソコンと NAS が 10Gbps 対応でも、ケーブルが対応してなかったら意味がありませんからね。10Gbps に対応しているのは、カテゴリー 6A 以上の Ethernet ケーブル。具体的には CAT6A、CAT7、CAT8 になります。メーカーはカテゴリー7以上を推奨しているので、CAT7 を使っておけば間違いないかなと。LAN ケーブルは解互換性があるので、先を見越して最新の CAT8 を買っておくってやりがちで、私もその一人なんですけれども、一般家庭でカテゴリー8は正直オーバースペックであり、無理してカテゴリー8で安いケーブルを買えば逆に不安定になったりすることもありますので気をつけて。カテゴリー8ケーブルも太くて硬くて曲げにくいし、無駄に高額にもなりますからね。私は Ugreen のカテゴリー8ケーブルを使ってますが、これは前から使ってたんですけれども、安くて質が高いので悪くないと思います。わざわざ買わなくても、意外と過去に購入した通信機器に付属してたりもします。カテゴリー 6A やカテゴリー7って10年以上前からある規格で、ケーブルには CAT6A とか CAT7 とかケーブルの規格も印字されていることも多いので、勢い余って購入する前に一旦家で探してみることをお勧めします。はい、続いて NAS と PC を 10Gbps で接続する方法について。最も簡単なのが PC と NAS を直接つないでしまうこと。この Ugreen の NAS がすごいのが 10Gb Ethernet ポートが2つあり、しかもブリッジモードにも対応しているのです。要は NAS をハブみたいに使えるってこと。先ほども言いましたけど、ローカルで 10Gbps を使うならルーターを挟む必要がないわけで、直接 PC と NAS を LAN ケーブルでつなげば良いのです。具体的には一つ目の LAN ポートにルーターを接続して、二つ目の LAN ポートに PC を接続する。これでインターネット接続を維持しながら PC と NAS 間は 10Gbps で通信もできるのです。ネットワークブリッジの設定も簡単。NAS の管理画面にアクセスして、ネットワーク設定を開いて、ネットワークブリッジを有効化するだけ。注意点としては、ブリッジモードで使っている場合、NAS の電源を切ると PC のネット接続も切れてしまいます。PC のインターネット接続が NAS 経由になってるから、これは当たり前っちゃ当たり前の話ですね。はい、最後はスイッチングハブを使う方法です。Ugreenの NAS にはイーサネットポートが2つしかないので、複数の PC で使うならスイッチングハブが必須となります。私が使っているのは TP-Link TLSX105。10Gbps 対応のイーサネットポートが5つもあって価格は約3万円。これがあれば NAS1 台、ルーター1台で使う場合は PC3 台まで全部 10Gbps でつなげるようになります。NAS を複数台使う場合もスイッチングハブは必須。私は NAS2 台、PC2 台で使ったりもしています。スイッチングハブは自動的にデバイスも認識してくれるので設定も不要。ルーター用に1ポート使って、あとは PC と NAS を並列でつなげば勝手に使えるようになります。スイッチングハブはいろいろなメーカーから出てますので、好きなものを使ったら良いと思うのですが、このハブを選ぶ際に重要なのが、必ず RJ45 対応のものを選ぶこと。RJ45 って普通の LAN ケーブル端子、イーサネットポートのこと。みんなが使ってるこのカチッとはまるやつですね。スイッチングハブには SFP プラスっていうタイプもあり、一般家庭でこれはほぼ使わないので、SFP プラスはなくて良いし、間違えてこっちをメインで買わないように気をつけてください。SFP プラスを RJ45 に変換することもできますが、変換モジュールも1個1万円くらいしますし、発熱しがちで相性問題もありますからね。スイッチングハブの注意点としては、先ほどのブリッジモードのまま使用しないように。スイッチングハブを使う場合は、ブリッジモードはオフにして、NAS も PC もスイッチングハブ経由で接続するようにしてください。はい、環境を整えたら、続いてデータ速度について、実際に 10Gbps の速度を測定していきたいと思います。10Gbps の理論値って 1250MB 毎秒なんですけれども、実際の数値でも 1000MB 秒くらいは出ていました。1秒あたり 1GB も読み込めるってこと。よくある 1Gbps だと 100MB 毎秒ぐらいなので、約10倍。もうこれは体感で全然違いました。こちらは Windows PC の PCI Express 経由の速度。こちらは Mac で Thunderbolt の Ethernet アダプタを経由した速度。ランダムアクセスの数値が微妙に異なりますけど、どちらも同じくらいの速度は出ていました。
参考までに外付けストレージと比較してみると、外付けハードディスクが 266MB/s、SATA 接続の SSD が 437MB/s、USB 3.1 Gen 1の SSD が 554MB/s、USB 3.2 Gen 2の SSD が 937MB/s、サンダーボルト4の SSD が 3758MB/s、サンダーボルト5の SSD が 6955MB/s、さすがに直付けのサンダーボルトにはかないませんが、USB 3.2 Generation 2で接続した SSD 並みの速度が出てるってすごいですよね。NAS もハードディスクなのになんで外付けハードディスクよりも高速なのかといえば、RAID 10を使っているから。この辺のところは後で詳しく話をしたいと思いますが、端的に言ってしまえば、複数のハードディスクに同時に読み書きをすることで、単体のハードディスクで使うよりも圧倒的に速くできるのです。はい、続いて無線 LAN での速度ですね。Wi-Fi での実測値はどれくらいなのか。我が家の Wi-Fi 環境でデータ転送速度を計測したところ、Wi-Fi 6で 131MB/s、6GHz 帯の Wi-Fi 6E で 156MB/s の速度。ビット換算すると Wi-Fi 6が約 1GBps ほど、Wi-Fi 6E が 1.2GBps ほどですね。残念ながら我が家は Wi-Fi 7に対応する PC がないのですが、おそらく多くの家庭ではどんなに頑張っても無線で 1GBps を超えるってのは難しいんじゃないかなと。Wi-Fi 5や Wi-Fi 6に比べて 6GHz 帯の Wi-Fi 6E や Wi-Fi 7が高速だと言われるのですけど、実測値はそこまで大差ないと感じています。Wi-Fi 7の最大速度は 46GBps ですが、これは 16×16 のマイモで 320MHz 帯域という現実的に無理な話。この理論値ってのも電波干渉や障害物もなく超至近距離というのが前提ですからね。Wi-Fi 6E や Wi-Fi 7の 6GHz 帯って 5GHz 帯に比べ遮蔽物にも弱く高速に通信できる距離も短いので思ってたより速くならないってのは皆さんも薄々感じているんじゃないかなと。そもそも Wi-Fi 7に対応したデバイスもまだまだ少なく、私もスマホくらいしか持ってないですからね。ただ勘違いしてはいけないのが、無線で 1GBps ってのは十分高速です。無線といえどローカルネットワークなので固定回線やモバイル回線の速度も関係ない。例えばインターネット経由で使うクラウドストレージは、光回線やモバイル回線の速度に大きく左右されてしまいます。賃貸では光回線でも 1GBps が限界ってことが多く、実測値では良くて 500Mbps くらい。集合住宅では 100Mbps も出ないって家庭もあるでしょう。モバイル回線を使う場合はもっと速度が遅くなるわけで、せいぜい 80Mbps も出れば良い方。これも 5G 回線だから速いってわけでもないってのはもう皆さんご存知の通りかと思います。はい、続いてこの NAS のユニークな機能。サンダーボルト4ポートに接続した場合の転送速度について。まず勘違いしやすいんで大事なことから。このサンダーボルト4ポートはホストモードにのみ対応であり、DAS モードには未対応なので気をつけてください。NAS に外付け SSD やハードディスクを接続してデータ転送はできるのですが、PC と NAS を直接つないで外付けドライブのように認識させることはできません。つまり NAS を外付けハードディスクみたいに使うことはできないんですよ。というわけで NAS にサンダーボルト4対応の外付け SSD を接続して転送速度を計測してみました。NAS に表示される数値を確認したところ、リアルタイムで 500MB/s ぐらい出てました。ちょっと具体的な数値を測る術が浮かばなかったので、大体の数値で恐縮なのですが、まあ実測値では 10GBps で接続した時よりは早いのかなという印象。サンダーボルト4は 40GBps で転送できるとのことでしたが、この辺のところはなんとも。DAS にも対応してないので、高速データ転送の使いどころも限られるかなと。ただ、カメラとかは直接 USB-C ケーブルで認識してくれるので、サンダーボルトというより Type-C に対応してるってのが便利だと感じました。はい、続いてフロントにある USB-A の転送速度も測定してみました。この NAS には2種類の USB ポートがあって、フロントと背面に USB 3.2 Generation 2ポートが1つずつ、さらに USB 2.0 が2つ背面にある。合計4つも USB ポートがあるわけです。フロント側の USB は USB 3.2 Gen 2なので、理論値は 10GBps なのですが、おそらくそんなに出ないと思います。というわけで検証してみました。外付け SSD をつないで NAS にコピーしてみると、書き込み約 300MB/s ほどですね。これまたちょっと正確な数値ではないので恐縮ですが、一般的な USB 3.2 Gen 2の速度はこんなもんかなと。とりあえず十分速いことは確かです。
あと、こちらもサンダーボルトケーブル同様、カメラと直接つなげばデータ取り込みが可能でした。どちらも高速にデータ転送できるのは間違いないので、Type-C に対応してないデバイスでも Type-A で取り込めるってのは良いと思いました。はい、最後は SD カードスロットの転送速度ですね。この SD カードスロットは UHS-2 に対応しているので、理論値は読み込み 312MB/s。で、実際に取り込んでみると約 150MB/s くらい出てました。まあ、サンダーボルトや USB に比べれば低速ですけど、データは SD カードでやり取りすることも多いですからね。SD カードリーダーってあんまり使わないけどないと困るし、ここに挿すことでデータを取り込めるってことでデスクからカードリーダーが消えるのも最高なのです。はい。というわけで最後に実測値をまとめておきたいと思います。ちょっとサンダーボルトの転送速度は怪しいのですけれども、外付け SSD や SD カードといったフラッシュメモリと同等以上の速度が出るってすごいし、これら外部メモリを直接取り込めるのもすごいなと思いました。はい。ここまでデータ転送速度が NAS の読み書き速度に大きく関わると言いましたが、もちろん関わってくるのはデータ転送速度だけではありません。NAS 本体の処理スペック、ハードディスク構成、SSD キャッシュと様々な要素が絡んでくるのです。中でも特に理解しておきたいのが RAID という技術。RAID はバックアップ用と誤解されがちですが、実際には速度向上と故障対策の両立を目指す仕組み。冗長性を持たせることができるため、結果的にバックアップ用途にも活用できるという話であり、少なくともバックアップが目的ではありません。確実に言えるのは、RAID を組むことで単体ハードディスクよりも圧倒的に高速に使えるってこと。一般的な SATA 接続のハードディスクの実測値は 200MB/s、10GBps の理論値、1250MB/s には全然届かないわけで、だから RAID が必要なんです。例えば RAID 0構成では複数台のハードディスクに同時にアクセス、ストライピングができるので、ハードディスクが増えるほどに高速になっていきます。ただ RAID 0では1台でも故障すると全てのデータが失われてしまうため、冗長性は全くありません。読み書きが早くても冗長性がなければ意味がないというわけで、私が実際に使用しているのが RAID 10という構成です。これは RAID 1のミラーリングと RAID 0のストライピングを組み合わせた構成で、読み込みは高速、書き込みも並列処理されつつ冗長性が確保されるのが特徴です。ミラーリングのために偶数台数によるペアでの利用が必須ですが、4台、6台、8台と使うことで複数のミラーにストライピングも使えるようになる。実際今回は6台のハードディスクで RAID 10を構成して、先ほどの 1000MB/s 以上の数値を叩き出しているわけですね。6台で RAID 10を構成する場合、各ミラーペアは同じデータを持っているので、読み込み時の速度は最大6倍となる。一方、書き込みの時は、各ペアに同じデータを書く必要があるので、最大3倍となる。まあ、6倍っていうのはあくまで理論値ですけど、実測値では少なからず近い数値になっていたかと思いますし、書き込み数値が半減しているのはこういうことなんですね。ちなみに容量効率の良い RAID 5や RAID 6を選びがちなのですが、これらはミラーリングではなくパリティによる保護方式を採用しています。ミラーリングがデータの完全コピーに対し、パリティはデータをバラバラに分散して復元情報も一緒に保存するみたいなイメージ。まあちょっとややこしいんで私も何言ってるかはわからないんですけれども、複雑ゆえに私はあんまり信用してないんですよね。ミラーリングより複雑ってことはリビルドにも時間がかかるし、パリティの精度もレイドコントローラーに依存する。そのレイドコントローラーが故障したらデータがどうなっちゃうのよっていう恐ろしさもあるのではないかなと。まああくまで万が一の時の話なのですが、複雑にすることで速度も遅くなるってのは間違いないわけで、私は速度と冗長性のバランスでレイド10を選んでいるのでした。はい、続いてハードディスクと SSD、どっちが速いのって話。レイドで高速化の話をしましたが、じゃあ SSD でレイドしたらもっと速くなるんじゃないのと考えるのは自然ですよね。ただ、いくら SSD で読み書き速度が高速になったところで、NAS においてはネットワーク速度がボトルネックになってしまうという話。例えば、最新の NVMe SSD では読み取り速度が 7000MB/s を超えることもありますが、10GBps の理論上の上限は 1250MB/s。つまり、どんなに高速な SSD を使ったとしても、10Gb イーサネット環境では、だいたい 1000MB/s が天井となるのです。この点を踏まえると、
NAS 用途では PCIe 4.0 を選ぶ必要もなく、PCIe 3.0 で十分という判断にもなります。PCIe 3.0 で最大 3500MB/s に対応しており、10GBps の転送速度は十分にカバーできる。とはいえ、高価な SSD が無意味というわけではありません。ハードディスクと比較すると SSD はランダムアクセス性能が高いという利点がある。特に小さいファイルが大量にある場合に高速に処理ができるので、大量の写真を管理するとか、サムネイルの生成速度や検索処理速度も変わってきますし、データベース的な使い方をする場合も SSD にした方が良いと思っています。あだこうだ言っててもよくわからないんで、実際に SSD で検証してみました。左側がハードディスク、右側が SSD。読み込み速度は大差ないですが、書き込み速度で2倍ぐらい違いが出ちゃいました。SMB 経由でデータ転送をしてみると、動画データで約 1.5 倍から2倍、写真データで2倍以上の差も出ました。一方、NASOS のファイルマネージャー経由の場合は、あんまり変わらなくて、書き込み速度がちょっと速くなったかな程度です。ちょっと想像してた結果とは違ったんで戸惑ってるんですけど、やはり速度ではハードディスクは SSD にかなわないってことですね。ハードディスクってヘッドを物理的に動かしながらファイルを読み込むという性質のため、あっちゃこっちゃデータを探すのは苦手なんですよね。ファイルの数が多くなるほど、このヘッド移動時間も積み重なり、読み書き速度が大きく低下するというのは間違いないでしょう。はい、続いて SSD キャッシュの効果について。ハードディスクはランダムアクセスが苦手という話でしたが、だったら SSD をキャッシュにすれば高速化できるはず。そうです。このユーグリーンの NAS の M.2 SSD は通常のストレージだけでなくキャッシュとしても使えるんです。キャッシュモードでは SSD をハードディスク全体の高速化用として使う仕組み。アクセス頻度の高いデータを一時的に SSD へ保存することで NAS 全体の読み書き性能を引き上げることができます。例えば頻繁にアクセスされる写真のサムネイル、よく開くフォルダの情報とか、最近使用したファイルのインデックスとか、こういったデータをハードディスクではなく SSD から読み込めるようになるため表示速度が向上するというわけ。特に小さなファイルが大量にあるケースでは SSD による恩恵が大きくなるってのは先ほど話をしたばかり。ただ SSD キャッシュが常に効果的だとは限らないのも事実なのです。効果が薄いのは連続的にファイルを読み込むシーケンシャルリード、動画データとかの大容量ファイルの転送とか、あとはバックアップの処理とか。ただ、これも本当かどうかはわからないってことで実際に検証してみました。確かに読み書きともにランダムアクセスは向上してましたが、微妙に上がったかな程度でちょっとおかしい数値ですね。おそらくベンチマークソフトでは毎回ランダムなデータを使うため、キャッシュ効果が判定しにくいのかなと。特に最近使われたデータを優先してキャッシュするみたいな仕組みでは正確な評価も難しいはず。というわけで実際のデータ転送速度も計測してみました。動画データではキャッシュなしが200から 250MB/s に対し、キャッシュありが400から 450MB/s。写真データのランダムアクセスも 200MB/s から 400MB/s くらいに倍増してました。念のためこちらもファイルマネージャー経由で転送してみましたが、やはりあんまり変わってないですね。SMB 経由の方が転送速度は速くなるってのも間違いなさそうです。はい、というわけで SSD キャッシュのありなし。SSD ストレージとして使う場合も含めて検証結果をまとめておきました。SSD ストレージほどではないですが、SSD キャッシュの効果があるのは間違いなさそうです。写真のような小さなデータに限らず、読み書きともに速度は倍増してますからね。動画といった大きいデータをメインで扱う場合でも、余裕があるなら SSD キャッシュは導入した方が良いと思いました。はい、続いてメモリ増設の効果について。SSD キャッシュと並んで NAS のパフォーマンスに影響するのが RAM、メモリの容量です。今回使用している Ugreen の NAS は標準で 8GB のメモリを搭載していますが、最大 64GB まで増設できるわけで、この容量を増やすことでどれぐらい処理が早くなるのか、SSD キャッシュとメモリどちらを優先すべきなのか気になりますよね。まずメモリって何なのかっていうと、一時的に作業を展開しておけるスペース。よく机に例えられますが、メモリは作業そのものの展開スペースであり、対してキャッシュはよく使うデータを広げておける場所。どちらも出しておける場所ではあるのですけど、目的が違うのです。具体的にメモリ増設が効果を発揮する代表的なケースは、複数人による同時アクセス。あとは NAS 上で直接動画を再生するとか、仮想マシンを立ち上げて利用する場合とかですね。このようにメモリが効くかどうかは、NAS にどれだけ処理をさせるかに大きく関わっているのです。というわけで SSD キャッシュとメモリ、
どちらを優先すべきかってのも完全に用途次第になるわけ。例えば大容量ファイルを読み書きするだけなら、キャッシュもメモリも効果は限定的。レイド構成やネットワーク性能の確保を優先した方が良いでしょう。一方で小さなファイルが大量にある環境では SSD キャッシュの効果が大きくなり、NAS に負荷をかける処理もするようならメモリも検討した方が良いかなと。とはいえ、この Ugreen の NAS は初期状態でも 8GB メモリと NAS としては高性能なため、処理が遅いと感じてから拡張するんでも遅くはないと思います。私はシノロジーの NAS でメモリ 64GB まで増やしたんですけれども、正直あんまり処理の違いを感じられなかったんで、Ugreen では 8GB のまま運用するつもりです。はい、ここからは NAS を初めて使う方が特に誤解しやすいポイント、NAS のデメリットについて正直に話をできればと思います。実は私自身初めて NAS を導入した際に、家のどこからでも使えるハードディスクって誤解をしてたんですよね。外付けハードディスクと似たようなものという勘違い。USB ポートがあるからパソコンに直接つないで外付けハードディスクみたいに使えると思ってたんですけれども、NAS と外付けハードディスクは根本的に別物なのです。USB 接続の外付けハードディスクや SSD などは DAS と呼ばれ、これはダイレクトアタッチドストレージの略。文字通りパソコンに直接つなげて使うストレージデバイスのこと。これらはパソコンに接続すればローカルドライブとしてそのまま認識されるので、特別な設定も必要ありません。一方 NAS はネットワークアタッチドストレージ。ネットワーク越しにアクセスする独立したコンピューターなのです。パソコンからフォルダ表示させるには SMB や AFP といったネットワークプロトコルによる設定が必要で、パソコンやスマホからアクセスする場合もネットワーク経由となります。どちらかというと NAS は外付けハードディスクというより別の PC を遠隔操作するようなものであり、私としてはリモートデスクトップのイメージに近い。ですので、いくら Ugreen の NAS が設定しやすくなっているとはいえ、NAS という仕組みそのものは変わっておらず、UI も異なります。設定画面や管理画面も PC とは違うので、PC のように使おうとすれば戸惑ってしまうのです。私はこれまでバッファローからネットギア、シノロジーと10年以上それなりに NAS を使ってきたつもりですが、どのメーカーも基本的な部分は大差なくて、結局 NAS を使うための知識は必要だったってこと。スマホネイティブの人がパソコンを使えないように、NAS も PC のようには使えない。まあこの辺のところは目的が違うので仕方はないんですけれども、私は iPad を Mac のように使おうとして何度も挫折もしてますからね。あと NAS は OS も違うのでハードディスクのフォーマット形式も異なります。Windows の NTFS や Mac の APFS とも違うので、例えばハードディスクを取り外してパソコンに接続してもそのまま読み取ることはできないのです。まあ、レイドという複雑な仕組みもあるわけで、別の NAS を使ったとしても読み込めないことは多いのです。少なくとも、レイドしてれば大丈夫って話ではないわけで、レイドイコールバックアップって考えちゃうのもちょっと危険だなと思いました。はい、続いて勘違いしやすいのが NAS のデータ転送速度ですね。ネットワーク系の製品って理論値が書いてあるので勘違いしがち、させがちなのですが、これはあくまで環境を整えれば出るかもしれないよっていう最大値。ベストエフォートっていうのは結果や性能を保証するものではないのです。私も 10GBps 環境を作れば 1000MB/s 出るって言っちゃいましたけど、おそらく多くの人にとってこの環境を整えるハードルがめちゃめちゃ高い。もちろん私だって初めて NAS を使った時は想像してたよりも速度が出なくて使い物にならなくって、外付けハードディスクより全然遅いじゃーんってなりましたからね。この辺はルーターや光回線を含めネットワーク云々の話が複雑ってのがある。NAS って本体に Wi-Fi も内蔵してないので、無線で高速な通信環境を整えようとすれば、高性能なルーターも必要となり、これらの知識もないと無駄に関係ない商品も買いがち。ONU やルーター、NAS に DAS、バイトにビット、LAN に1とか。こういった暗号みたいなワードだっていきなりわかるはずもなく、私もブロバンの回線販売とかキャリアの携帯販売、SIM とかもいろいろ使ってどんどんわからなくなってるのが私。で、結局のところ無線で高速化するなら電波強度が最重要。家中で高速に使いたいなら複数台でのメッシュ Wi-Fi も必要であり、さらに外からのリモートアクセスともなると固定回線の速度やモバイル回線の速度も関わってくるので、どこでも快適に使えるかってのはちょっと一概には言えないのです。この辺のところは動画配信サービスやクラウドゲーミングで考えればわかりやすいかなと。
モバイル回線で 4K 動画をストリーミング再生するってのは意外と難しく、クラウドゲーミングもモバイル回線ではラグってばかりでしたからね。20Mbps くらいあれば快適にプレイできるって伺ってましたけど、私はモバイル回線では快適にプレイできた試しもありません。家の Wi-Fi の場合でも Steam リンクや PS リモートといったリモートプレイで遅延なくプレイするってのはなかなか難しいですからね。無線 LAN で安定して 100Mbps 出ますかって話です。いずれにせよ、NAS もまたネットワークありきのデバイスであり、環境次第で使い勝手は大きく変わってしまうってことは、しっかり理解してから導入した方が良いと思いました。はい、続いて勘違いしがちなのが、NAS を使うことでデータ管理コストが安くなるって話。確かに NAS を活用することでデータ管理コストを抑えることは可能ですが、NAS が安いかと言われればこれは一概には言えません。多くの方が使っているクラウドストレージと比較されがちですが、両者は全く異なるもの。少なくとも費用面では単純に比較はできません。NAS には初期費用が必要で、NAS 本体だけでなくハードディスクの費用もかかりますし、大容量にすればするほどコストもどんどんかかっていく。もちろん高速化したいなら通信機器の費用もかかりますからね。この時点でクラウドストレージの何ヶ月分ってどころの話でもなくなってますからね。さらに見落とされがちなのがランニングコスト。意外と甘く考えがちなのが消費電力です。私が使っているこの NAS の消費電力は、起動時が約 50W ぐらいで、読み書き時は最大 80W ぐらいまで上がっていました。アイドリング時も 30W くらいは使っているわけで、ハードディスクが増えるほどに電力も消費するし、24時間 PC を稼働しているようなものと考えると電気代もバカにならないし、電気を食うということは熱への対策も必要となるわけです。参考までに、私の部屋の室温25度の部屋で NAS を使用すると、CPU 温度は約50度、ハードディスク温度は40度ほど。この温度自体は全く問題のない数値なのですが、温度を維持するためにファンも稼働してますし、ハードディスクは物理動作もするため、書き込み音も発生しますからね。そして忘れてはいけないのが、ハードディスクには寿命があるということ。一般的にハードディスクの寿命は2万から5万時間。つまり早ければ2年、遅くとも6年くらいで交換しないとまずいわけです。ハードディスクは物理的に書き込む都合、突然電源が遮断されると壊れるリスクも高いんですよね。SSD キャッシュも使うならなおさら、無停電電源装置はあった方が良いでしょう。あとは災害もとか考え始めたらキリがないんですけれども、こういったことも考え始めてしまうっていうのも一つのリスクでしょう。じゃあ、クラウドストレージが最強かというとそれも違いますよね。クラウドストレージサービスの利点は何も考えなくともちゃんと使えるってこと。セキュリティやメンテナンスを考える必要も手間もない。ただ、クラウドゆえに転送速度は遅く、データ容量に応じて月額料金も上がるため、動画データといった大容量データの保存には向いていません。だからこそ、クラウドストレージと NAS、用途に応じて使い分けることも重要であり、どっちが良くてどっちがダメって話でもないのです。まあこれはデータに限らず物の収納でも同じ話ですよね。例えばカメラは防湿庫、食材は冷蔵庫、洋服はタンス、布団は押し入れにしまった方が良いように、データにも適材適所があるのです。何せよ使い分けが必要ってこと。データって一緒くたに保存するものではなく、容量に合わせて保存先を選べた方が良い。あと、NAS のデメリットとして管理コストがあると言いましたが、自分でデバイス管理やデータ管理ができるってことは、一概に悪いことでもないんですよね。ストレージ容量を拡張できるってのもそうですが、データの所存がわかるってのも良いところ。フォルダ単位でまとめて移動したり、完全に削除したり、クラウドストレージではデータの場所がわかりづらくなってますからね。誰でも直感的に使える UI といえば聞こえは良いですが、データ管理がしづらい仕組みがあるのも間違いない。まあ、Apple 信者みたいな私ですが、iCloud は無料でしか使ってませんからね。iCloud は一回使い始めたら最後。抜け出しづらい仕組みもあるので気をつけてください。はい、最後に触れておきたいのが NAS のセキュリティリスクですね。NAS はとても便利な反面、セキュリティ面での配慮を忘れてしまうと思わぬリスクにつながります。近年 NAS の普及が急速に進んだことで、こういったリスクを知らないまま使っている人も多いんじゃないかなと。そもそも NAS って単なる外付けストレージではなく、ネットワークに接続された常時稼働するサーバーだということ。大事なデータがネットワーク上にあるということは、インターネット経由で攻撃されやすいということでもあります。実際世界中で NAS を狙ったランサムウェア被害が報告されており、データが人質のように扱われるケースも増加中。
これはユーグリーンに限った話ではなく、シノロジーや QNAP といった老舗メーカーでも同様、NAS という製品そのものが狙われやすいのです。例えば NAS で便利な機能であるリモートアクセス。外出先からでも自宅の NAS にアクセスできるのは魅力的なんですけれども、インターネット経由でアクセスできるってことは外部からの侵入経路にもなっちゃうんですよね。便利だからって全部のデータを NAS に置いたら極めて高いリスクを負うことにもなるのです。クラウドストレージもリスクゼロではありませんが、マイクロソフトや Google などが提供するサービスでは、高度な暗号化や障害対策、復元機能が標準で実装されており、運用は完全にプロの手に委ねられています。一方、NAS ではユーザー自身がセキュリティ対策を講じる必要があります。例えば、二要素認証を有効化したり、ファームウェアを常に最新の状態に保ったり、不要な機能をオフにしたり、定期的なバックアップをしたり、管理者アカウントとは別にリモートアクセス専用のアカウントを設けたり、なんならリモートアクセス機能を使わないことでこういったリスクも大幅に下げられるのです。NAS メーカーのリモートアクセス機能に不安があるなら、テイルスケールといった透明性の高いサードパーティー製 VPN アプリを利用したって良いとも思います。まあめんどくさいことをやればやるほど侵入する人もめんどくさくなるっていうのは言うまでもなく、かといって私はそこまでやるのも考えるのもめんどくさいので、基本的に NAS はローカルメインで使うようにしています。まあ便利だからといって適当に使ってデータ漏洩したら意味はないし、バックアップしすぎて手間が増えたらそれはそれで残念ですからね。この辺の利便性とリスクとコストを考えて、どうやったらデータをうまく管理できるのかって考えるスキルが必要であり、このスキルを養うために NAS は使った方が良いとも思ってる。スマホや PC のストレージ容量を抑えるだけで、本体価格が抑えられるってのは皆さんご存知の通り。だからといってクラウドストレージを増やしたら本末転倒。もっとコストがかかってどんどん抜け出せなくなっていきますからね。膨大なデータを扱うなら NAS は使えた方が良いし、NAS という選択肢が増えることで結果的にお金が浮くのも間違いないと思うのでした。はい。最後に具体的にどのように NAS を使うと便利なのか。データで一番大事なのは何かって聞かれたら、自分を含む家族の写真や動画、私に関わる人がどのように生きてきたのかっていう記録ですね。仕事のデータはどうにもならないと言いつつ、どうにでもなって良いもの。子供の成長記録は二度と取り直せませんし、容量が一番大きいのもこれら撮影データなんですよね。私が扱うデータの中で容量が多いのもフルサイズカメラで撮影した写真や動画。この NAS のいいところはカメラデータを取り込む選択肢が豊富なこと。SD カードを NAS に挿すこともできるし、USB-C でカメラを直接つなぐこともできる。普段は撮影を終えたらカメラを直接 USB ケーブルで NAS に接続してデータを取り込んでいます。USB-A でも Thunderbolt でも OK。NAS に取り込んでからパソコンにデータを移行することで自動的にバックアップも完了するというわけです。めちゃくちゃ便利ですね。そして NAS の便利な点は大容量データを一括で扱えるということ。外付けハードディスクみたいに、あれどのドライブに入れたっけとか、容量足りないから別のドライブにみたいな煩わしさがない。カメラの写真をまとめて一箇所で管理できるし、容量の大きいローデータもサムネイルに対応していて、サクサク表示できるのも助かる。さらに写真の共有も簡単。任意のファイルを右クリックするだけで外部ユーザー向けの暗号化リンクも生成できるのです。QR コードでの共有とかもできますからね。もちろん私の家族なら共有フォルダで直接アクセスも可能。こういったことができることで LINE で画質の落ちた写真を送らずに済むようになったし、LINE のアルバム数やアップロード制限を考える必要もなくなったわけ。高画質の写真を高画質のまま家族全員が見ることができ、家族が欲しい写真を勝手にダウンロードしてくれるってのも便利だと感じています。はい、続いて一番重要だと思われるスマホ写真の自動バックアップですね。ユーグリの NAS はスマホアプリに力を入れており、スマホとの連携も非常にスムーズ。写真も動画も簡単に自動バックアップしてくれます。これもやっぱり便利なのが家族のスマホ写真も自動バックアップができる点。自分の親や子供のスマホの管理はどう頑張っても難しいし、私よりも雑に使うのでいつ壊れるかもわからないじゃないですか。でも自動アップロードしておけば一番重要な写真データは残るし、スマホの容量が足りないんですけどっていう小言にも悩まされなくなるのです。まあ自分が管理できないデータのバックアップ場所として NAS ってのは本当にあると助かるのですよね。いちいちバックアップしてちょうだいって頼む必要もなく、自動化しておけば日々の手間なくデータを守ることができるのです。
私は楽天モバイルの無制限 SIM も使っているので、外出先でもモバイル回線経由で NAS に自動アップロードしたり、いつでもどこでも NAS にバックアップできるからスマホの容量気にせず動画も撮りまくれる。実は私の iPhone は 256GB のモデルですからね。スマホを安く済ませられるのも NAS のおかげってわけ。で、さらにすごいのが、この NAS には AI 画像認識機能も搭載されているのです。私はこういった類の認識機能はちょっと気持ち悪くてあんまり期待もしてなかったんですけれども、試しに使ってみたところその認識精度の高さと便利さに驚きました。人物の顔はもちろん、物やシーンの分類とか自動で判別してくれるんですよね、これ。人物はほぼ完璧に認識してるし、人だけじゃなくてペットや特定の場所とか建物の種類とか、膨大に撮ってきた過去の写真から即探し出せる。スマホから自動アップロードしておけば、日付、GPS データ、AI 分類の3軸で写真を検索できるようになるので、写真を探し出すっていう作業がだいぶ短縮できるようになりました。私は仕事でもプライベートでもアホみたいに写真を撮りまくるんですけれども、旅行の写真、例えば飛行機とかホテルとか、あとは医療記録、歯の矯正記録とか、趣味の記録では畑の栽培記録とか、今年はナスだけでなく、ナスの栽培にも挑戦してみたんですけれども、農園の写真を抽出するなんてこともできちゃうのです。しかもこれ外部にデータを送って処理してるんじゃなく、ローカルで AI が処理してますからね。クラウドサービスの画像認識だとちょっと抵抗があるって人にもいいんじゃないかなと思いました。はい、最後に PC とのデータ同期機能ですね。ユーグリーンの NAS も当たり前に SMB 接続に対応しており、Mac でも Windows でも通常の外付けドライブのように扱えるようになります。さらに双方向同期にも対応しており、ドロップボックスのように PC 側と NAS 側のデータをリアルタイムで同期したりも可能。双方向同期ってパソコンで間違ってファイルを削除したら NAS 側でも削除されるという人的リスクもあるのですけれども、そういった時のためにスナップショットやバージョン管理機能もちゃんと搭載されています。もちろん、一方向同期にも対応。パソコンのデータを NAS へ片側方向で同期してバックアップ的運用をしたりもできる。そして何より素晴らしいのがデータの同期スピード。クラウドストレージとは違い、ローカルネットワーク内で同期できるので、大容量データも数秒で反映してくれます。ドロップボックスでは数分かかっていた作業も一瞬で完了。特に大きいファイルでその差は歴然。データの共有も一瞬で終わるし、画像や動画もサクサクチェックできるし、直接編集してもローカルファイルのように扱える。日々の業務スピードも格段に上がったような気がする。何にせよ速度は速いに越したことはないと思うのでした。はい、最後にまとめです。NAS ってどっからでも使えるハードディスクってイメージがありますが、そう簡単な話ではありません。クラウドストレージと似たことができるって言っても、その使い方や使い勝手は別物。単純に値段だけでは比較もできないのです。NAS は持ってるすべてのデータを一元管理する場所でもないですからね。外付けハードディスクや SSD、クラウドストレージに加えて NAS という選択肢が増えるのが素晴らしいのです。スマホやクラウドストレージの容量が足らないからといって安易にアップグレードし続ければ出費はだるま式に増えていってしまいますからね。データの保存先の選択肢が増えることでクラウドに依存しすぎることもなくなるし、ローカルデバイスの空き容量も増え、お金もおのずと増えていくはず。まあ、こういったデータを扱うデバイスって、使う人が増えるとデータ管理の手間も増えるし、それらを全部一人で管理するってのも無理があるのですよね。だからこそ、クラウドストレージを使いがちなんですが、それを NAS で代用できるなら、まあ悪くはないんですよね。特に厄介なのがスマホしか使わない家族。子供や親のスマホデータとか。これら見たくもないデータを自動的にバックアップしておけるし、ユーザーごとにアクセス制限も設定できる。家のどこからでもアクセスできるデータ保管庫ってのは一家に一台あると本当に便利なのです。まあ NAS に何のデータを入れるのか、何を入れると便利なのかってのは使ってみて気づくことも多いし、やっぱり使えるようになることで得られるメリットも計り知れないのですよね。機能や速度、セキュリティ云々の話も結局のところは使う人のスキル次第。となるとハードウェアスペックが高性能であることに越したことはなく、そういった点でユーグリーンの NAS はとても良い選択肢。NAS としての機能も一通り使えて自由度も高い。コストパフォーマンスが優れているってのも間違いないでしょう。NAS としっかりと向き合うことで、きっとデータへの考え方も変わるはず。これを機にデータの管理方法も根本的に見直しても良いんじゃないかなとも思いました。
というわけで今回はこの辺でおしまい。